はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今日ね、ご紹介するのはこちら。はい、ソースベシャメルでございますね。皆さんのね聞きなじみにある言葉で言うとホワイトソースですよね。で、こちらのですね、ベシャメルソースなんですけども、私が、先輩たちから特に厳しく叩き込まれたソースの一つでもあります。はい。で、先輩たちからはですね、このソースの作り方、そして所作を覚えることで、すべてのソースのね、作り方の所作を覚えることができるよっていうぐらい、かなり厳しく叩き込まれたソースですね。もう本当に先輩たちはこのソースに対してはすごい厳しい方々がいらっしゃって、すごい良い経験はさせてもらったなと思っております。まあね、今回はそんな中でも冷たいね牛乳のままそのままいきます。よく温めるってあるんですけども、温めないで、そのままね、冷たいままでもベシャメルソースが作れますよっていうところもお見せしながらご紹介しますので、ぜひぜひ覚えていってください。ではね、早速、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。では材料の紹介です。まず、無塩バターとこちら薄力粉になります。で、こちらが牛乳になります。分量の方は概要欄の方、ご参照ください。で、粉の方は一度ねふるいにかけて、こしておいた方が作業がしやすいですね。こんな感じでよろしくお願いします。で、バターを弱火で溶かしていって、そこにもう粉を入れちゃいます。で、粉を入れましたら手早くまず混ぜましょう。この時に粉を振るっておくとここでダマになりにくいという理由がありますね。で、手早く、練りましたら、ここから弱火でゆっくり火を入れていきます。こんな感じですね。途中でね、耐熱のゴムベラに私は変えさせていただいて、今鍋底をやりながらヘリもねついたベシャメルは取りながら、で今ファーっとね膨らんできてますよね。これはですね粉自体が持っている空気が逃げる熱でね膨張して逃げるために膨らんできてますので、最初のうちはちょっと膨れがすごいんですけども、そこはねしっかりゆっくりゆっくりね練っていっていただければ大丈夫です。でこうやってね火が強くなってきたなと思ったらちょっと逃がしてあげて焦げつかさないようにやっています。で今ですねこれがクッキーのような香りがしてきますので、そこが一つの合図になります。でそこに牛乳を入れていきます。でここはね手早く練っていきます。最初はですね本当にちょっとずつ入れていきましょう。まずこの牛乳とですねこの練っているものがですねなじませていくっていうようなイメージで少しずつ入れていってしっかり練っていくっていうようなイメージですね。で量もちょっとずつ増やしていって大丈夫です。いきなりドバーって入れてしまうと全くですね混ざりづらくなってしまいますので、少しずつ練っていって温度管理をしていきながらしっかりこうやって練っていくっていうのがこれがすごい大事な作業になってきます。でこの時にですね、底当たりしないように、この底をね全体をヘラを当てるように、かつこのね側面もね、焦がさないように、注意深くやるっていうのが大事な作業になってきます。でここまで来るとなんとなくベシャメルになってきたなっていう感じしますよね。こんな感じですね。だいぶベシャメルっぽくなってきましたよね。
で、ちゃんとですね、ヘラで、しっかり練っていくと、こういう風にね、ダマにはなっていきませんので、ここで、ちょっと塩を入れて味を見ていきます。で、それをですね、目の細かいもので一回裏ごしします。で、もうスーッとね取っていきます。だいたいこんな感じで、小さいちょっとダマはあるんですけども、こんな感じでね、ほぼほぼこうダマがない状態で通りますので、こんな感じですね。こちらがソースベシャメル、いかがでございますでしょうか。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースベシャメル、ホワイトソースの作り方でございました。こちらですね、フランス料理においての、ソースメール、マザーソースと言われている5つのソースがありまして、そのうちの1つであるベシャメルソースの作り方になりますので、1つのね、動画として、収めさせていただきました。で、冒頭にもね、お伝えした通りに、私、このソースに関しましては、もう大先輩たちから、このソースの作り方で、すべてのソースの所作を覚えることができるということで、鍋の扱い方、火の見方、火から逃がす方法、それとヘラの使い方ですよね。で、なぜ、こういう風な現象になるのかっていう理論詰め、とかですね、そういったところをかなり叩き込まれましたね。はい。で、その時に、よくその先輩がね、隣にこう作業しながら私のやってるところを横目で見ていただけた時に、私がちょっとでもそれが違ってると、私のですね、その鍋を持ってる手にですね、チンチンに熱い、お玉をですね、私の手にですね、ジューってやってきて、あっちーって言いながら、それは違うって言いながらですね、焼きごてされながら体で覚えさせられたっていうようなところもあるんですけども、今やったらね、すごい問題にはなるんですけども、本当にこの先輩にはもう本当に感謝しておりまして、で、くっそ、なんでこんなに厳しいんだよと思ってたんですけども、年を重ねるっていくごとにですね、やっぱりこの自分がだんだん責任ある立場になっていって、で、ソーシエとして、仕事をしていくときに、骨身に染みましたねっていうぐらいもう本当にこの先輩たちにはですね、もう本当に頭が上がんなくて、本当にあの時は厳しかったけども、それにはちゃんと理由があったっていうところに、先輩たちの愛情というものを年を重ねていくごとにやっぱり感じるものはありましたね。はい。で、こちらのね、ちょっとね、ソースベシャメルの、歴史的なところになるんですけども、諸説あるんですよ、このソースも。本当になかなか起源をたどるっていうのがかなり難しいんですけども、一般的に一番有名なのは、ルイドベシャメル公爵ですよね。16世紀、17世紀にいらっしゃ、フランスのね、宮廷の方に、宮廷料理として、こちらのベシャメル港の名前を冠して、っていうようなところの流れがあったっていうのも、が結構一番有力だとは言われてるんですけども、他にも、イタリアからのメディチ家からの、料理人が、フランスに持ち込んだんじゃないかっていう説もあったりとか、で、そもそもこのルーから、牛乳で伸ばすっていうことのソース自体は、もう中世ヨーロッパの、後期ぐらいの時期にはもうあったそうなんですよね。で、もう本当にいろんな説が入り乱れてはいるんですけども、最終的に20世紀初頭のですね、我々フランス料理界のもう本当にもう偉大なるね、オーギュスト・エスコフィエさんがですね、
こちらのね、ソースメール、マザーソースとしての定義として、しっかりね、定義づけてくれたのが、20世紀初頭だっていうところではあるんですよね。はい。で、こちらのね、ベシャメルソースなんですけども、なぜマザーソース、ソースメールと言われるかっていうところで、せーの、ドン。はい、こちら。ここからですね、いろんなソースに派生していくんですよね。うん、で、そういった意味で、この、例えば、このベシャメルから何かを加えていって、ソース何々、ソース何々みたいな感じで、変わっていったりとかっていうところで、マザーソース、として、結構地位は確立しているっていうところにはなります。で、現在のところ、ベシャメルソースを一から作るっていうのはなかなかないと思うんですよね。ただ、このベシャメルソースなんですけども、もう、当然ね、一から作ったものと既製品とではもう明らかに味が違いますので、なぜ私は、ここからですね、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけども、なぜ私が、冷たい牛乳でやるかっていうところなんですけども、実はこのベシャメルソースの最大の肝は、この練りなんですね。温度管理と練りが実はすごい重要で、温めて牛乳をこう温めてですね入れていくと、でかつホイッパーでやるっていうやり方は相当な時間短縮のやり方なんですよね。で、確かに、同じベシャメルにはなるんですけども、じゃあそれが味わいのあるベシャメルかっていうとイコールではないんですね。で、私がなぜ牛乳冷たい状態でやるかっていうと、この練りの作業で温度管理をしながら温度を上げていってしっかり練っていく。で、かつ、ホイッパーを使わないでゴムベラで練っていくっていうのにも、実はこの練るときに、ホイッパーより、このゴムベラで、木ベラでも結構なんですけども、やっていくことで、粉の、小麦のね、香り、そして牛乳の味わいっていうのが際立ってくるんです。これは、実際にやっていただければわかるかなっていうようなところです。これがやっぱりその温めた牛乳でホイッパーで、1秒でも早く作るっていうベシャメルと一から練って、作り上げていくベシャメルの差だったりします。もうこれはね、あからさまに味が違いますので意外と面白いですよ。はい。今現在はなかなかねベシャメルソースを一からやるっていうのは本当に難しい時代になっちゃったなとは思ってはいるんですけども、お家でねもしやられる場合、もし単純にねすごい作りやすい、グラタンなんていうのもこのベシャメルソース一から作るともう全然格別のね、一気に格上げされたグラタンになりますので、ぜひぜひお試しいただければなと思っております。はい。ということでですね、以上がベシャメルソースのご紹介でございました。いかがでございますかね。ぜひぜひね、実際に作ってみていただいて、で、普段のね、グラタンにちょっとこう、使っていただいたりとかすると、もう全くですね、味が違って、おそらく感動していただけるんじゃないかなと思っております。はい。比較的ね、材料も揃いやすいものになっておりますので、ぜひぜひお試しください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。